This is my architecture へようこそ。今回のゲストは株式会社フロムスクラッチの井戸端弘明 CTO です。井戸端さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、株式会社フロムスクラッチと今回お話しいただく B ダッシュについて教えてください。はい、フロムスクラッチでは B ダッシュという SaaS 型のマーケティングプラットフォームのサービスを提供しています。B ダッシュでは Web のデータ、顧客データ、購買データといったマーケティングに関するあらゆるデータを一元的に統合管理し、マーケティングオートメーションや BI、レコメンドといった機能をオールインワンで提供できるサービスになっています。今日はですね、B ダッシュのコアコンピタンスであるビッグデータを扱うためのリソースマネージャーという機能について説明したいと思います。B ダッシュではこのリソースマネージャーによって大量の EMR のクラスターを動的に制御し、日々数テラバイト規模のデータの処理を行っています。ではまずリソースマネージャーが管理している全体像を教えてください。はい。まずインプットとなるデータが S3 のパケットに配置されると S ケースにメッセージが発生します。ワーカーである EC2 のインスタンスがメッセージを見て、その中のタスクに応じて EMR のクラスターに処理をサブミットしていきます。EMR のクラスターで処理された結果はアウトプットである S3 の別のバケットに配置され、後続のアプリケーションがそれらのデータを活用していくというような構成になっています。なるほど。では改めて最初から見直していきたいんですけれども、S3 のイベントの後 SQSQ が複数に分かれていますけれども、これはどのように分かれているんでしょうか。はい。まず大きくは B ダッシュのアプリケーションごとに Q は分かれています。さらにアプリケーションの中でも優先度によって複数の Q を使い分けています。例えばバッチ処理の場合ですと、そこまでリアルタイム性は求められませんので、低く優先度を設定した Q にメッセージを格納し、処理を行っていきます。逆にですね、ユーザーの画面操作をトリガーにした場合には、レスポンスが早く求められますので、高い優先度を設定した Q にメッセージを格納し、優先的に処理を行っていくことによってユーザーのストレスを軽減させるようにしています。処理の内容であったり、この優先度のハイローというところで分けていらっしゃるんですね。ではその後このワーカーはどのように Q を処理していくんでしょうか。はい、ワーカーが EMR のクラスターに処理をサブミットする前に、リソースマネージャーの API を呼び出してクラスターのエンドポイントの問い合わせを行います。リソースマネージャーではタスクの種別に対してのクラスターのマッピング情報を保持していますので、タスクに対して適切なクラスターのエンドポイントを返却してあげることで、ワーカーはそのエンドポイントに対して処理をサブミットし、結果を S3 に格納していくということが流れになっています。クラスターが複数台利用可能な場合には、リソースマネージャーがクラスターの空き状況を見ていますので、空いているクラスターのエンドポイントを返却してあげることで、効率的に処理を割り振って、処理を効率化させていくような仕組みになっています。なるほど。リソースマネージャーがこのタスク振り分けの制御の要になっているんですね。では実際にそのタスクを処理していく EMR クラスターではどのような工夫がありますか。教えてください。はい。普通に EMR を用いて大量の EC2 のインスタンスを稼働させると莫大なコストがかかってしまいます。そのため B ダッシュではインスタンスフリートを活用しながら可能な限りスポットインスタンスを利用するようにしています。リソースマネージャーがEMR のステータス管理も行っていますので、仮にスポットインスタンスが購入できずにクラスターが落ちてしまった場合でも、それを検知し自動的にリソースマネージャーがクラスターを復旧させてくれることで安定的に処理を行うような仕組みになっています。これによってですね、常に全体の 70% 以上はスポットインスタンスで稼働させることができており、すべてオンデマンドで稼働させた場合に比べて 50% 以上のコストの削減に成功しています。なるほど。インスタンスフリート、スポットインスタンスの活用によって非常に大きなコストメリットを享受されているんですね。では改めてこのリソースマネージャーがこの B ダッシュ全体にもたらしたバリューというものを教えてください。はい。ビッグデータを処理する場合には分散処理というのは必須のテクノロジーだと思います。しかし分散処理に関しては安定性とコストというものが常に課題として付きまとってきます。B ダッシュはこのリソースマネージャーによってそのようなビッグデータの課題を克服し、高い安定性と低いコストというものの両立に成功しています。高い安定性と低いコスト、どちらも非常に重要だと思います。では最後に B ダッシュの今後の展望について教えてください。はい。
バッチ処理の分散処理性能を向上させるだけでなく、リアルタイム処理も充実させることによって、ユーザーがより自由によりインタラクティブにデータを扱い、ビジネスを加速させていくような、そんなプラットフォームにしていきたいと思っています。ぜひ一緒に実現していきましょう。リソースマネージャーがこのアーキテクチャの要になって B ダッシュのリソース管理を最適化しているということがよく分かりました。井戸端さん、ありがとうございました。ありがとうございました。これが From Scratch の This is my Architecture。